作っていいですよ、まず。2人どうもありがとうございます。お待たせしました。どうぞ。次はどうも。お願いします。どうも。ありがとうございます。こちらは何でもいいです。でももちろん大丈夫です。ないんですよ。よろしければください。お金を入れてください。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。
すでにアメリカ政府が研究した金額の数十倍を上回ります。新たな投資にアメリカがどれだけの恩恵を与えるかはまだ投資はすべきだが、インセンティブがあるべきだとして次のように述べました。具体的にどう進めていけば互いの利益になるかを最大限にアピールしなきゃいけませんね。アメリカへの投資を誘導することがトランプ政権の関税政策の核であるという見方もできます。単独分環境省はフランス決議に反対票を投じました。フランスのマクロン大統領は将来のいかなる合意でもそれを支える安全な保障としてロシアがヨーロッパの平和維持部隊を受け入れるとトランプ大統領の情報、またモスクワとニューヨークの国連から中継でお伝えします。その前にワシントンからの報告です。マクロン大統領は24日、客観的な表情でホワイトハウスを訪れました。お客様にご案内申し上げます。アメリカとヨーロッパの関係を安定させる特別な関係です。ヨーロッパがウクライナに融資をしています。その資金は返済されるんです。支援総額の 60% を拠出しています。それは信用保証、返済不要の支援を通じたものです。高知資源の兵役の譲渡を要求し続けるウクライナのゼレンスキー大統領との合意が近いと言っています。ゼレンスキー大統領と会う予定です。今週安全保障のそういうアプローチに対し、アメリカは同盟国として連帯する準備があるという明らかな交渉の席に戻っているとヨーロッパの指導者は考えています。マクロン大統領やヨーロッパの他の指導者は今回の会談で少し意を強くしているでしょう。しかしアメリカが何らかの安全の保障をする共同とスターマン首相はそのですね。その通りです。ロシアによる軍事侵攻から3年の日、国連ではウクライナの主権と領土保全を再確認する決議案を提出しました。事前の知らせも協議もなく行われたとイギリスとフランスの東型安保理はウクライナに関する決議を初めてさ世界の一部に集まり、ウクライナへの継続的な支援の提供を話し合いました。ゼレンスキー大統領にとってどのような思いも強い安全の保障に裏打ちされたウクライナの主権に基づく覇権とともにこれを支援します。今年初めての G7 救命胴衣を取り出し、すべてのバックルを外し、ベルトを反射布が表側になるようにして両腕を通し、出来事に対し感情ではなく合理性に基づいた行動を取ったとし、称賛する発言。ロシアのラブロフ外相は先の時点で休戦を急いでいないかどうかが報酬がロシアにとって適切であり、確実に連続する結果をもたらしている最大のロシアに対する制裁が承認され、イギリスも対策を打ち出しました。イギリスの首相はオンラインでドイツに対し、双方とも公正な形で交渉の場に臨むべきだとしています。一方、カナダのトルドー首相は民主的価値と支援でそれを感謝しました。サンチェス首相は戦争の現実の突破口は公正で構造的な平和であり、ウクライナの
年アメリカが最初比較的これら大都市のように見えますが、やっぱりその大きな首都圏から移りすると条件変わってくるそうです。写真だ。2月24日でロシアで全部食べた。あのスペースの中でだからいろんな役割果たしながら。